今回は、有識者今ニーサ始めないやつバカですこいつら、というスレを紹介します。最近話題なんだぜ。でも利用率はまだまだ低いみたいね。うまい話には裏があると考えが日本人らしいぜ。僕が進めていることも警戒する原因になっているのよね。信用なさすぎて草。それでは早速見ていきましょう。証券会社の回し物か？投資なんて儲けることもあれば損することもある。非課税やからってガンガン進めていいわけないやろ。何時移民おるかんが SP500 が。こいつらなんもわかっとらんから。クロートはインド株。実際に投資用語の一つも知らないようなのさ。オルカンは SP500 は都会打てるしな。証券会社国民の金でノーリスク投資気持ちええ。ほんまこれやんな。笑い止まらんやろ。まだ様子見とけ。まだっていつまで？何かえって免疫がつく。はめ込み。で2年後煽って15年後公開する。今高値すぎんか？ニーサ以外でも今時投資ぐらいやってるわな。いや、3割もやっとらんやろ。でもガチホしてる円の価値は落ちていってるよね。ナンパと資産形成って似てるんだよな。若い時に頑張らないと後で辛くなるだけ。ワイはどっちもゴールが見えてきたからもう数年頑張るだけやけど。日本語で置く。そのまんまだが、若い時にナンパしないと効率が落ちて時間も無駄にするし自己肯定感も下がる。若い時に蓄財してインデックスにぶち込むと雪だるま式に増えてく。投資に詳しそう。お前の勝ち。脳死で円と心中する人は賢い？日本人全資産をアベコインに投資だ。なぜなのか。時代はゴールド。ニーサやらんやつってマイナンバー紐付けで金もらえるやつも渋ってそうやな。米国債買えよ。会社が社員を雇うのも投資だからな。社員増やして製造量を倍にしても倍売れるとは限らないのと一緒。とりあえずニーサ始めたしついでに株の勉強でもするか。結局何もせず3年経過した。3年あれば4倍にはできたな。政府がギャンブル進めてて草。負け続ける円を貯めるより勝つ可能性のあるギャンブルをしろってことやろな。底辺は皆そうやって一発逆転の思考に陥ってさらに落ちていくよね。日本で住み続けるなら資産形成しないと積むやろ。非課税で複利を回す凄さは投資とかわからなくても算数できればわかるだろ。何時移民が張り切ってやってて国が進めてくるって時点で不安しかない制度。絶対儲かるみたいな歌い文句あれなんなん。めちゃくちゃマルチにしか見えんのやが。そらバックに FRB がついてるわけやしな。IQ 低いと QE や QT の意味すらわからずになんで生活が苦しいんだって嘆くしかないんやろうな。無能ほど投資した方が良いのにな。有能はインフレして貯金が無価値になっても仕事で稼げる。元ではどうすれば？連日何時ですれ立ってるのほんまに信用ならん。靴磨きの少年みたいになってるから絶対やらん。わかるポケカと同じに見える。下がるの分かってるなら逆張りすればええやん。靴磨きビットコインとか南西にすれ立ちまくってから買ったやつは5倍ぐらいに増えてるぞ。靴磨き言われてたビットコイン当時の最高値が250万とかやったと思うけど、話題になってない今もう700万いくって状況やからな。あそこの高値で掴んでちゃっても倍以上儲かってる。4年ごとに半減期来るんだからそら上がるし前のバブルで高値掴みしたやつも救われるよ。でも前回は行くはずだった10万ドルに全然届かなかったし毎回上げ幅は下がってるからそろそろ BTC も投機の旨味なくなるで。16年の11月くらいだったかな。南 J で連日すれ立ちまくってそれでブレイクしてチューリップだの靴磨きだの連呼してたやつはいたな。一般のスレで煽りが出てきた時がいつもピークよ。アベコインに全額ベットする方がバカだろ。アベノミクス、コロナショック、コロナ災いでの世界規模のバブル、何やってたんって話よ。もう美味しいターン終わったよ。数十年後のことなんて誰にもわからんからな。損する可能性も織り込まないといかん。今回のニーサでネット証券がめちゃめちゃ公正に出てるけど信託銀行とかどうなってるんやろ今。昔親が預けてたけど信託報酬に3で最低3000万からとかやったよな。せやで。去年 SP500 が下出るに干渉したんだけど J や G では一切話題になってなかったな。何買えばいいかわかんくて後回しになるぐらいならオルカン買っとけばええと後悔したわ。オルカンがインフレに負けるときは世界大戦で紙くずになるときぐらいだから実質負けようがないんよ。そんな事態を想定して余剰資金まで銀行預金で持っててもなあだったらオルカン投資なんよな。そんな事態になったらハイパー物価高で日本円なんてゴミくずであってもなくても変わらんから貯金するぐらいならオルカン一択です。今年は円安バブルの終了っていうわかりやすいビッグイベントがあるから始めるには最高のタイミングやと思うぜ。コロナスタートの時の大暴落以来のチャンスちゃうか。上がるから買っとけ。下がる時はその時や。少なくともリーマンショック後くらいからコツコツ積み立てていつの間にか資産2倍になってたワイはその時ニーサが使えればと思ったわ。ワイは去年9月から初めて個別株適当に買いながらに遊んでるわ。パチンコ感覚やな。
今を大事にしたいなら高配当株もおすすめや。毎年お小遣い感覚でもらえるで。わいはこっちやな。投資の目的は将来の資産形成でなく今の生活を少し贅沢にするためやし。配当金で友人と少し良いご飯食べに行ったり優待カタログを親にプレゼントしたりで生活豊かにしてる。優待親孝行コスパええな。東進リーマンショックでボロボロに下がったけどほっといたら結局プラスに戻ってるしな。長期ならまず負けんやろ。リーマンの時は救世主の中国がいたけどもうフロンティアはないしグローバリズムと新自由主義も頭打ちやろ。Y はインペックスと SAMCO を今買おうか迷ってる。オルカンって為替リスクは大丈夫なんか？もちろん為替の影響あるんやけど為替リスクなんて些細なもんや。為替ヘッジありなしがある商品見れば長期投資ならあんま為替は影響せんと思う。年末に三菱や富士買ったら値段じわじわ上がってきて楽しいわ。アステラスは全然上がらん。アステラス配当お小遣い株で持っとるわ。現態怖くね？しかし手を出したい値段にはなってるよね。Y は LIXIL に貼ってしまったがこっちも爆弾持ちやわ。Y も LIXIL 手を出そうとしてたんやけど迷ってアステラスにしたわ。武田を3800くらいでインして今あれやから調子に乗ってアステラスも一応強み見ていけるやろという勘で買ったが現配リスクあるんか？ LIXIL もアステラスも配当成功100って感じやしな。ただアステラスはいくらなんでも下げすぎやし仮にさらに掘っても知れてるやろと思いたい。用語知ってたら偉いんか。Y は稼いだやつが偉いと思うで。偉いわけやないが無知識なのになぜあんなに自信満々なのか不思議だわ。無知識でその自信はどこから生まれてるのかと。ネットでオルカンダ SP500 だとなってるからなんかな。やってみてダメなら手を引けばよいのにやらずに投資拒否ってんの？知ったかぶり？積み荷みたいな数十年前提で続ける投資は始めるタイミングなんて気にせんで始めようと思ったらすぐ始めて下がると思うならベア買っとけばいいだけだろ。下がるだろうからって投資しないのはあまり得策じゃないような。ポジポジ病はすぐ撤退することになるで。フル買いはいいと思うけど下手なら売らない方がええわ。外貨建て資産買った時の円高リスクより、何もしなかった時の円安リスクのがはるかに高いのにな。円というかどの通貨でも長期で米国株をアウトパフォームできないやん。円安よりもインフレがな。アメリカはもうインフレ前提で全て動いてるし。日本はインフレ鈍いけど輸入輸出がある以上は間違いなく追奨する形になる。こんなんで貯金持ってたって10年後は価値半減してるわ。Y はそう思って円安だけどオルカン買ったわ。養分が多い方が儲かるから必死なんや。脳死で積み立てるだけ言うけど、脳死で積み立ててるなら何 G で投資すれとか開かないよな。ネットやと円はゴミ通貨なんや言われるの見ると、もう日本は円を捨ててドルにしてもらうとか無理なんかねと思わされる。なぜわざわざ通貨発行権を手放せと。なんだかんだ1億人以上が使ってる通貨の発行権をなくすメリットが薄いやろ。買うやつが増えれば増えるほど儲かる。みんなハッピーや。で増えた資産はインフレにつながるから預金してたやつが割を食う。逆にみんながあかんと思ったらみんな死ぬ。社会運営維持のシステムとしては無駄が多すぎるな。優待とか配当は低 IQ なのを言い訳にしてるやつしか見たことない。賢い人間で優待と配当をメインで投資してる投資家教えてくれ。結果として配当銘柄買ってるのは除外で。多分いない。Y は初心者で面白いからやってるな。積み立てはつまらんしな。積み立てのみで20年30年ゴリラ握力身につけるのは個別で痛い目見なきゃ無理かなと思ったので個別ダメだなと思うまでは遊ぶ。賢い人間はみんな短期売買やろか。配当やインデックスは弱者というか賢くない人間のための手段。BNF は最初は配当欲しい思ったけど効率の悪さに気がついて短期売買に切り替えた言うてたね。賢い人間は ROIC と売上高成長率の高い企業バイ&ホールドやろ。Y いつも思うんやが J や G って高学歴を標榜するくせに全く時代についていけてなくね？中卒の Y にすらパフォーマンスと知識量負けてるやろ。短期とか賢くない人の典型やんけ。野良から大きく財を成し遂げた人はみんな短期売買やないかな？そんなことない。インカムゲインで複利増やしてっておくまで行った投資家とか何人もおる。大きく財を成すってのは100億からやろ。1億なんて雇われ労働者でも蓄財できるんやから。んなお前が勝手に決めた定義は知らんが資金100万から50億まで行った投資家なら知ってるぞ。一応高配当がアルファをアウトパフォームすることを示す論文はある。それとは別の話で高配当株買ってるやつは大体知恵遅れのアホやけど。インカムメインで100万矢印50億はかなりきつくない？ 1 億までならデイトレが効率良いとは聞くことある。それ超えちゃうと自分の張りで値段が動きすぎて効率悪いとか、知らんがな。まあインカムだけではないでもちろん。その人は10年で到達してたから両方やっとる。
ただデイトレはやってなかったと思う。新ニーサ始まってバリュー株跳ね上げてるけど、ネットじゃオルカン SP500 言われてたが実はみんな日本株買ってるんかね。日本人は配当金が好きなんや。12月権利日に旧ニーサ枠で JT 買って年明け値戻した頃に売ったで。配当だけいただくわ。オルカンには日本株も含まれてる定期。ジジイが騙されて買ってる。まあ株やる気あるなら客たるゲイン狙うべきだしやる気ないなら素直に投信買っとくべきではあるな。優待はクロスでもしてない限りは中途半端やね。短期とか最低良くないと期待値コンビニバイト以下やで。損したら自己責任です矢印これ言えない奴は全員ペテンしな。NASDA900。直近20年間利回り 13.320 年で 12.23 倍。マジでエグくないか？老後大富豪確定やんけ。アメリカ様がこれからの50年成長できるかやね。世界大戦を挟まないと無理でしょ。Y なん J のスレ見て原油連動系で靴磨きして握力弱すぎて200万減らしたわ。それ以来メンタルの弱さ自覚して個別株自体やめた。買った時はコロナ災い終わりまで持っとけばいいだけのイージーゲームとか思ってたのに即ビビってもうた。円建てとドル建てでそれぞれレバレッジエトフやってるわ。個別買う時ほど考えなくていいのが楽。過去の成績は未来とは何も関連性ないんやで。チャート見たことなさそう。相関はあるで。平均への回帰って聞いたことあるやろ？ゲスカオ。個別株自体というか個別株ごとか。それまで色々楽しんでたけど楽しめなくなった。不安な奴らが喧嘩始める定期。アメリカ様が今月だけ債券価格をめっちゃ安定させてくれたら大儲けできるのにな。ああ？何言ってるかわかんねえよ。無能の Y はどうしたらいいんや？他人のおすすめ銘柄は買うなとか言われるが、投資信託は他人のおすすめ銘柄は買ってるだけやがこれは何かセーフ感あるのなんでなんやろな。みんなが買えば上がるから。仕事柄株禁止されてるからなんか他のいい投資教えて。金とか買っとけば、現物で、テンション上がるで、投信もあかんのか？みたいなのが金を買えと一般人を煽り出した頃に大体ピークをつける。つまりここは銀を買えっちゅうことや。騎兵ネックレス欲しいからちょうどええな。クラウドクレジット。はめ込みやからな。税なら確実なんてもんはない。もしそんなもんがあるなら、お前が今預けとる銀行がそれに間接投資しとる。インカムなんて10年やそこらじゃたかが知れてるやろ。日本株なんて配当良くなったのここ最近からやぞ。インカムメインで10年で5000倍のパフォ出すってすごすぎないか。家に金の延べ棒とか置いといたら災害にあった時見捨てられなくて死にそう。なんとか逃げれても家離れてる間に盗まれたらみたいな感じで気が気じゃないやろな。Y はインド。なお手数料。弊社社長投資信託？他人に自分の金を任せて何がおもろいんやこんなこと YouTuber の勧めで個別選んでるのおもろい。積み立て NISA 初無だけ積んで損しそうになったら損切りすればいいだけやし楽。何の目的もなしに貯金してるよりは投資した方がマシや。EMAXIスリム米国株式純資産総額。2023 4月1兆9600億円。2024 1月3兆1000億円。わずか9ヶ月で1兆円アメリカに吸い上げられてるぞ。毎日積み立てにしてるから上がっても下がっても何も気にならん。全くログインしてない。一生一緒に NVIDIA や、永遠に上がり続ける。今回は、有識者今ニーサ始めないやつバカですこいつら、というスレを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。